昭和の懐かしいスパゲッティといえばナポリタン。本場イタリアには存在しない日本生まれのパスタを作るところ、ノーカットでお送りしましょう。はい、今日は日本で生まれた西洋料理、外国の料理ということでナポリタンを作っていきたいと思います。これ麺は昨日茹でました。茹でたてじゃなくてもしばらく時間を茹でておいておいたものの方がナポリタンにはいいです。昔ながらのナポリタンですね。喫茶店ではこれをいっぱい茹でておいて、お客さん来たら注文あるたびに、これをスパゲッティ使ってたみたいですね。今日はもうノーカットできますので、喋りが下手だったらごめんなさい。3人前作りますね。まずは玉ねぎを切ります。ナポリタンといえば私の子供の頃の喫茶店や給食でもよく出てきた、料理ですね。玉ねぎ切ります。これぐらいの太さかな。ピーマン、で切ります。ハムを切ります。ハムでもいいですけど、ベーコンとか薄く切ったウインナーでもいいですね。
さて、じゃあノーカットですけど、これを移動します。カメラ。はい。ピントを合わせて、よし。火をつけて、サラダ油っていうことですけど、今日はオリーブオイルを使いますね。適当。ここに玉ねぎ入れていきます。入れてなかった。はい、ここにハムも入れていきます。ピーマン入れます。マッシュルーム入れます。マッシュルームはお好みで入れたら美味しいですよね。冷凍です。はい、ここにケチャップ入れます。
そして麺を入れていきます。ちょっとこの麺は茹でたてのアルデンテではなく、茹で置きを少し伸びたようなものが使われます。ロシアのマカロニコンフロチキも同じような考え方で、イタリアの作り方の常識とは異なります。ピンと合ってる？私も10代の頃、神戸三宮のカフェでバーテンとして働いてたことがありますが、未成年やんというツッコミは置いてきまして、当時は麺を多めに入れておき、具は刻んでそれぞれタッパーに入れて冷蔵庫に保管。お客様からの注文があると、それをフライパンに入れてケチャップで炒めて出していました。イタリアにはこういうスパゲッティはないですね。日本独特の作り方です。ナポリタンっていうけど、ナポリにないスパゲッティです。似たようなのあるかもしれないですけどね。じゃあ、これで、塩コショウで味整えます。これも適当です。小説家浅田次郎のエッセイ、パリ煩い、江戸煩いの中にこう書かれています。正統のナポリタンはアルデンテなどであってはならぬ。今日茹で上げて冷蔵庫に眠っていたようなブヨブヨのスパゲッティが好ましい。それを少々の玉ねぎとウインナーソーセージの薄っぺらな輪切りと真っ赤なトマトケチャップで炒める。実に素朴な、変えようも変わりようもない完成された味であった。そしたら火を止めてお皿に継ぎます。当時はもっと素朴で、ケチャップや具の量も麺に対しこの半分くらいの量でした。具がない、ただケチャップに混ぜ合わせただけの麺もよくありましたね。この伸びきった感じの麺がいいんですね。昭和のスパゲッティです。イタリアンブームで本場の美味しいパスタがいろいろ紹介されて、時代とともにナポリタンは影に消えてしまいましたが、懐かしさからたまに食べたくなります。美味しくしようとして作り方を変えたり具の種類を増やすと、それはもうナポリタンではなくなるのですね。そしてお好みでタバスコ、粉チーズ振りかけて、スパゲッティナポリタンの完成です。いかがでしたか？昭和の時代を知らない方でもぜひナポリタンを作って食べてみてください。昭和レシピチャンネルでは古今東西のさまざまなレシピを紹介しています。ぜひチャンネル登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。Nos vemos. Chao chao.